皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は日米首脳会談、注目すべきポイントについて解説を行っていきます。普段であれば日米首脳会談が行われたとしても、それほど取り上げるに値しないようなありきたりな内容というものが多いものです。しかし今回の場合だと、ちょっとこれは言っておかないとなと言えるような様々な重要項目が話し合われました。それらの中には日本の国内政策も大きな変更やもしくは変化が見られる内容も含まれており、結構重要だと言えるでしょう。というわけで早速解説を行っていきます。まず最初に取り上げるのは、バイデン大統領が国連改革を成し遂げた暁には、日本も国連常任理事国になることを賛成する、支持するといった話をしました。この話それ自体は別に珍しい話ではありません。しかし、改めてこの話をしているということは、明らかに現在の国際情勢上においては、ロシアや中国を少し刺激する内容です。特に現在ではロシアによるウクライナ侵攻という国連常任理事国による侵略行為が行われている最中ですから、今の枠組みその自体を見直すべきだというアメリカのメッセージになっているのです。ただし、日本が国連常任理事国になることにアメリカが賛同している、やったーと喜ぶには早い話です。なぜならば現在の仕組みであれば、ロシアや中国が反対すればこのような話は絶対に成立しないからです。そして日本としては絶対に言うべきことがあります。それは国連の改革を行うのであれば、敵国条項といったものを廃止すべきであり、この敵国条項を廃止することにアメリカが言明してくださいと私は迫るべきだと思います。現在の国連の常任理事国というのは基本的には第二次世界大戦における戦勝国クラブと呼ばれており、同時に核兵器保有国がこの常任理事国に居座っている状態です。そして敵国条項というのは第二次世界大戦時における敗戦国を中心としてメンバーが指定されており、これは明らかに悪しき伝統となっています。ですからアメリカが日本に対して国連の常任理事国入りも賛成するよというのであれば、返す刀ではバイデン大統領、我が国に対する敵国条項といったものが存在する、これを削除することにもアメリカは尽力してくれるんですよねといったことに対して答えを求めるべきなのです。もちろんアメリカがこれに賛同して日本の言う通り敵国条項もなくそうと言ってくれるのであれば、その時にこそ日本としても心から歓迎すべきアメリカの声明だと言えるでしょう。そのような敵国条項を削除することに言及しない状態での国連改革をしたら常任理事国になることを応援しますよという言葉というのは基本的には実際の効果が全然ないアメリカから日本に対するリップサービスの一つに過ぎないのです。次に、今回の日米首脳会談、そして日本に来たバイデン大統領は IPEF の枠組みについてスタートするという表明を行っています。この IPEF というのはインド太平洋の経済枠組みといった言葉をちょっと英語にして頭文字を組み合わせたもので、これから少しずつニュースとしても登場する回数は多くなってくると思います。この IPEF というのは TPP や RCEP のような自由貿易協定権のような話ではなく、関税をどうするかといった話よりもルール作りであったり、もしくは対中包囲網を意識した技術的な囲い込みや、もしくはルールの共有を進めるといった話になっています。特に注目されているのが半導体分野での供給網に一定のルール作りを行い、このルールに基づいて例えば制裁をかけようであったり技術的な輸出を制限しようといった話へとつながるような枠組みが整えられることとなります。この IPEF に日本、アメリカ、そして韓国などを組み合わせて発動すれば、半導体製造装置であったり、実際に半導体を作っているメーカーや国が含まれることから、それなりの技術的な囲い込みが可能になります。しかし IPEF には現在のところ台湾が入らないのではないかといった欠点が指摘されています。台湾は半導体製造受託メーカー TSMC のある国であり、 IPEF をより強力に推進するためには台湾をいかに組み込むかが大事でしょう。バイデン大統領が半導体分野における対中包囲網をもっと本格的に組み上げるというのであれば、台湾をいかにして組み込むか、この点について日本も応援すべきでしょう。なお日本はこうした IPEF のような新しい枠組みではなく、TPP のようなより強力な
貿易圏協定にアメリカが戻ってきてくださいといった話をしています。これは日本にとっては良いことなのですが、アメリカは拒否しています。なぜならば、アメリカのような経済的な優位にある国の場合は、二国間協定やもしくは自分の要求が通りやすいような少数の枠組みの中で主導権を取りたがるからです。それに対して TPP はすでに加盟国が多い状態で、それぞれの利害調整をある程度済ませたような状態で発行していますから、今からアメリカが加盟するとなれば、アメリカにとって有利な条件を引き出すのは非常に困難な状況です。そのためアメリカ国内の議論としても TPP にこれから参加することはアメリカの国益にかなわないのではないかといったことが議論されているのです。そのようにしてアメリカが TPP に入る見込みというのが今のところないのであれば、日本は日本でこの TPP をいかに拡大して自国の貿易圏協定を拡大するかに力を尽くすべきです。TPP に新たに加わろうとしている国があります。それはイギリスです。イギリスは EU から離脱した後において、一からまた自分の立ち位置といったものを再設定しなければならなくなりました。ですから TPP に加わるということはイギリスにとっても良いですし、また日本としても EU 全体との交渉は難しいにしても、イギリス一国とであれば非常に話はしやすい状態です。それに産業的な話から言っても、日本とイギリスが勝ち合って双方共倒れになるような話ではありません。また TPP に参加しようとしている国の中には中国と台湾、この2つの国もあります。日本としてはどちらに肩入れすべきかといった話をすれば、私は台湾をいかにして TPP に加わるか、そこに日本の外交力を注ぎ込むべきだと思います。なぜならば中国の場合はそもそも TPP のような厳しい規制などに対して対応する気がそもそもないにもかかわらず、台湾を入らせないためにおそらく妨害目的で加盟を行おうとしているからです。経済的な分野において中国をいかにして断ち切っていくかといったことを考えたときに、関税同盟の中に中国を入れておくのは好ましいことではないのです。一方で友好関係を深める政治的経済的にも進展させることを考えれば、日本が手を取って仲を深めるべきなのは中国ではなく台湾なのです。そしてこの台湾防衛の問題について言っても、日米首脳会談の中でバイデン大統領は注目すべき発言を行っています。それは台湾がもしも攻撃をされるようなことが発生したとしたら、アメリカは台湾に対して軍事的な関与をするんですかといったことを記者から問われ、バイデン大統領ははっきりとイエスと答えました。これまでアメリカは基本的に攻撃されたらどうするかといったことを明言はしていません。きっと何かするだろうな、でも何をするかについては言わないし、その態度もはっきりさせないといった具合にして曖昧戦略と呼ばれるものを実行してきました。そういった意味で今回の軍事的な関与をするんですか、イエスといったこの分かりやすさというものは基本的に曖昧さからはかなり違うものですから、アメリカの外務省としても今回のバイデン大統領の発言というものは決してアメリカの基本戦略を変更するものではありませんと釈明、もしくは発言そのものについては失言の扱いをしようとしています。ただこのようなバイデン大統領のたとえ失言であったとしても、大統領自身がどう考えているかというのは結構重要なものです。少なくとも何もしないというわけでもなければ、うやむやにするわけでもない、はっきりと軍事的な関与をするといったことは、今後の中国に対する牽制としては非常に有効だと言えるでしょう。実際、バイデン大統領の発言直後にすぐに中国側は、このような発言は一つの中国という考え方に反するもので、アメリカの内政干渉だといったような反発する声明を出しています。それだけ中国側にとっては非常に神経を逆なでする発言だったというわけです。このように中国を意識した動きといったものが目立つわけですが、その中においても日本の防衛力強化といった点についてもバイデン大統領は賛同の意思を示しています。一体どのような点について賛同しているかといえば、日本の防衛力を強化するために防衛費を大幅に増額することに対して脅威に感じるのではなく、とても好ましいことだといった態度を表明したのです。もちろん日本の防衛力を強化するためにはその防衛費を上げなくてはなりません。この防衛費を上げるという行為に関してはそれこそ
韓国であったり中国が軍国主義の復活だであるとか、日本国内においても防衛費を増やすことに大反対している人たちがいます。しかし国際情勢を見ればわかるように、現在は非常に危険な状態に陥っていることは明らかであり、今から備えておくことは非常に重要です。何かが起こってからでは基本的には遅いですよ。あくまでも何かが起こる前から備えておかなければ、実際の戦闘が始まった後ではもう手遅れですよというのは明らかです。そういった意味で私は防衛費を上げるといったことには賛成していますし、そうすべきだと考えていますが、同時に今回の日米首脳会談でそのような発言をしたことには一つ問題点があります。それは防衛費を増やすことイコールその増えたお金というものがアメリカに吸い上げられてはほとんど意味がありません。例えば防衛費を増やすイコール米国製の兵器をガンガン買って軍事力を増すというのでは、基本的にそのお金というものは日本国内にほとんど戻ってきません。あくまでも外にお金が流れるだけでは、非常にこの先々日本の防衛力強化にとっては暗雲が立ち込めることとなります。そもそも今の自衛隊というものは防衛費が足りない話はずっと以前からありました。備品にかけるお金がないためにトイレットペーパーを自衛隊員が自腹で買って補わなければならないといった話や、一発一発の銃弾が非常に貴重品扱いされて、訓練のその様子というものは本当に貧乏軍隊そのものだったということもあります。また更新しなければならない兵器がいつまで経っても更新されずに、古い兵器と現在新しい兵器が常に混在し続けるといった問題などもなかなか解消できない問題となっています。防衛費を増やすのであれば、いかにしてそのような細々とした問題を全部片付けた上でやらなければならない防衛力の総合力強化といったことにしっかりと集中しなければなりません。防衛力を強化しようとなれば、軍事力の性質について一つ学んでおく必要があります。軍事力というものは分解することができます。一体何に分解することができるかといえば、抑止力と戦闘力です。抑止力というのは基本的には戦わないんだけれど、戦わないで済むような状況を作るための一種見せかけの軍事力です。例えば、とてもいい装備をたくさん持っていて、そして兵士の士気が高いなといったことが外から見た状態で分かれば、敵対している勢力からすれば、あそこの国に喧嘩を売ることは自分たちにとっても非常に大きな反撃が来て、迂闊に手が出せないぞといったことを考えるものです。これは実際に戦闘していないにもかかわらず、そのようなことを想定させることによって実際の戦闘が発生しにくくなることを目指すものです。一方で戦闘力といったものはそうした抑止力とは違って、実際に戦闘になった時にどれだけ戦えるかという話です。日本の場合だとどちらかというと抑止力が重視されて、日米軍事同盟であったり、もしくは正面装備をいかにして良いものを揃えるかといったことが主題になってきました。しかし実際の戦闘を行うにあたっては、どれだけの期間戦い続けることができるか、弾薬の備蓄がどれだけあるのか、そして実際の戦闘になったらその消耗する弾薬やミサイルなどをどれだけ国内で作ることができるかといったことが問題となってきます。また日本の場合だと専守防衛ですから、相手からの攻撃から全てが始まってしまいます。自衛隊の関連施設などがどれだけ空爆、ミサイル攻撃などを受けても持ちこたえることができるのか、そういった施設改修などもお金をかけていかなければなりません。今回岸田首相はバイデン大統領がいる横において防衛費を上げていきますよということを発言し、いわば国際公約にすることができました。ですから総論としての防衛予算強化といったものは私は支持しますが、その中身がもしも抑止力強化でもなく戦闘力強化でもなく、単純にアメリカから兵器購入にどんどんつぎ込みますよといったようなものでは、残念ながら落第点をつけるしかないでしょう。実際に役立つところにお金を使ってほしいものです。最後に今回は日米首脳会談の話をしましたが、この後クアッド、日本、アメリカ、インド、オーストラリア、この4つの国における首脳会談が行われます。オーストラリアでは政権交代が行われて与野党交代が起こりました。新しい政権になったとしても対中国政策として厳しい姿勢を取り続けることができるかどうかというのは、日本としても非常に用心深く、そしてしっかりと確認する必要があります。
さらにはインドというのは対中国戦略上においては非常に重要な国ですが、同時に今回のロシアによるウクライナ侵略においてもロシアとの関係が昔から深い国であり、それだけに実質的な対ロシア制裁をすることはちょっと難しいにしても、いかにしてロシアを非難する言葉を吹き出せるかといったことも一つ外交として必要だと私は思います。近年日米首脳会談もしくは G7 サミットであったとしても、それほど注目する必要がないといった出来事が多かったわけですが、今回の日米首脳会談はそうした意味で日本の防衛戦略であったり、もしくは外交政策においても今後影響を与えるような発言やもしくは動きといったものが見られるだけに、私は結構重要だったと思います。ちなみに今回バイデン大統領が来ている状態において、次回の G7 サミットの開催場所として広島が決定したという話が流れています。広島は当然のように核兵器が使用された場所であり、アメリカはその使用者です。そのような場所でサミットが行われることに関してアメリカにも当然打診しているわけですから、この件をアメリカが了承したということは、それだけ日本の意見を大事にしなければ対中政策が成り立たない、そういった事情というものが見える国際状況になってきています。常任理事国であるロシアが軍事力を持って他国に侵攻するというこのような出来事が起こっている以上、中国が何もしないというわけではなく、何かするかもといったことを念頭に置いて、今の国際情勢が動いていることを意識させる、そのようなサミット開催場所の決定だとも言えると私は思います。であればこそ日本にとっては自分たちの意見を非常に通しやすくなっている状況とも言えるわけで、この有利な状況というものをいかにして生かすか、それともアメリカにとって都合よく使われてしまうのか、その差は結構大きいでしょう。皆さん今回の話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。